皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。みんな大好き三峡ダム。このチャンネルでは、ほぼ毎日、中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げています。ご興味がありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。短い動画ではありますが、お付き合いのほど、よろしくお願いします。5月22日、マスコミでは伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、0時の時点で水位は 152.35 メートルとなっています。152メートル台に突入しています。グラフで貯水位の状況を見ていきます。昨日は 152.90 メートルですから55センチの低下となっています。グラフのカーブからこのまま行くと仮定すると、黄色の線の範囲に着地するかもしれません。中国の梅雨入りは平年ならば6月7日とのこと。今年は日本の梅雨入りが2週間ほど早くなっていることを考えると前倒しされるかもしれないですね。ダムデータによると、上流の観測所では流入量の高止まり状態でしたが、下落傾向にあります。水位も連動して上下を繰り返しつつもかなり下がっているようですね。さて、三峡ダムの状況です。5月の初旬から放流量を増やし続けています。土曜日、日曜日は若干放流は絞っているようです。月曜から金曜にかけて、また、放流量を元に戻しているようです。毎秒2万立方メートルあたりまでピークを上げた時もありました。流入量も下がってきていることから、ぐんぐん、貯水位は下がることになります。一方、下流の武漢の観測所では、流量、水位ともに上昇傾向にあるようです。上流の天気予報を見ながら、下流の状況も見ないといけないため、放流計画を立てるのは難しそうですね。来るべき洪水シーズンへの備えとして、6月の初めまでに水位を下げると思われます。直前にはかなりの急降下となる可能性があります。その6月まで2週間を切りました。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。YouTube のおすすめ動画が出ていたので、たまたま選んでみると、三峡ダムの現地の様子を流した動画がありました。それを見る限り、中央の放流施設から水は流していないようです。おそらく、発電施設のゲートから放流しているものと思われます。ウィンディーによると、ダムの近くには、目立った雲はありません。直近では、日曜にかけて、南で停滞していた前線が北上し、ダム周辺まで上がってきそうな予報です。同じようなところで、雨雲が発生し続けており、日本では、線状降水帯が最近言われています。気象衛星ひまわりによると、中国の沿岸部に雲が広がっているようです。一方、日本列島ではすっぽり雲に覆われています。直近で関東地方では雨雲が少しかかるかもしれませんね。今後、三峡ダムのカバーする範囲に雨雲がかかりそうなので、ダムの流入量は再び上がる可能性があります。範囲を広げて見てみると、ダムの上流でも雨が降る可能性が高いようです。中国から日本列島にかけて3000キロから4000キロに伸びる雨雲。天気は西から崩れます。やはり対岸の火事ではなかったですね。アメリカ地質調査所によると、5月22日、日本時間の午前3時4分頃に中国北西部の青海省でマグニチュード 7.3 の地震があったようです。場所は長江の最上流あたりの近くと思われます。震源の深さが10キロと浅く、死傷者も出ているようです。大きな川の源流が集まっていることからも想像されますが、場所的には山岳地帯のようですね。さて、今回もプチ情報をいくつか取り上げたいと思います。中国当局から発表される洪水情報について少し見てみたいと思います。三峡ダムに関するニュースの中で、長江2020年第5号洪水が発表されましたというフレーズを見た方もおられるかもしれません。これは全国主要河川洪水番号規定というものに基づいて発表されるようです。危険となる洪水に関して一定の基準に従って判断し発表するもののようですね。2020年、長江では5つの洪水情報が出されました。最初は7月の4日。次は7月の17日、さらに26日、と3回も発表されたことになります。そして次は8月の14日と17日。矢継ぎ早ですね。毎年、どれくらいの数が
発表されるのかは分かりませんが、昨年は80年ぶりの大洪水と言われましたから、年5回も発表されるのは異例かもしれません。長江の上流で発生して、時間が経つにつれ、水の塊となって下流に流れていきます。現在、重慶を通過中、だとか、三峡ダムを通過しました、武漢にそろそろやってきます、といったニュースになるようです。洪水が発生するあたりから、沿岸の上海まで 2000km くらいありますから、ひとたび発生すると、長い時間、洪水の被害が継続することになるようです。できるだけ、下流での氾濫を抑えようというのが、三峡ダムの役割になるかと思いますが、本当に、その役割を果たしているのでしょうか。ダム併設のシップリフトが大変なことになっていると思われる件。いつも貯水側の水面についてお伝えしているので、ご存知の方も多いと思いますが、ダムには中型、小型の船舶のためのエレベーターが併設されています。シップリフトと言われるもので、貯水側から船が導入路を通ってエレベーターに進入。そして、船ごと下に下ろすというものです。当然、その逆もあり、下流側からエレベーターで吊り上げ、上流側へ進むことができます。だいたい10分ほどで昇降できるそうです。これまで、このシップリフトの入り口、左側に、ひび割れのようなものがあります、と紹介してきましたが、他にもあるようです。ツイッターで、海外の方に教えてもらったのですが、どうやら、ちょっと、怪しい状況になっているようです。図の部分の写真がこちらになります。下の方に、どうも、人工的な直線でない何かが見えます。ギザギザに入ったライン。これって、一体何なんでしょうね。この構造物の高さは100メートル以上あるはずで、この距離でのギャップが見えるということは、近くによると、1メートル近くのギャップになっているかもしれません。もちろん、たまたま、そう見えるのかもしれません。皆さんは、どうお感じになられましたか？この状況から、シップリフトの重量とワイヤーによる昇降によって土台が少し下がっているのではと勝手に推測してみました。渡り廊下的な中間部分にテンションがかかり、結果、下の方にギャップらしきものが発生したのではないかと。というのも、その渡り廊下の部分の雨だれが気になります。水平を保っているのなら、入り口から均等に雨だれの跡が出るはずです。しかし、シップリフト側にだけあるので、現在、水平ではないのではないか、と思った次第です。そして、引っ張られる形で、ダム側のひび割れが発生している、とつながってくるわけです。ダムの発電量は中国の 2% を占める件。中国の電力事情を見てみます。数字は2017年のものなので、ざっくりイメージでお願いします。自然エネルギー財団によると、次の通りです。全体の 70% は火力発電が占めています。そして、次に来るのが水力発電で 18% で、三峡ダムは約 2% を占めています。あとは、風力、太陽光、そして原子力発電です。おそらく、太陽光と原発は、現在、比率がもっと増えているでしょう。しかしながら、なんといっても火力発電が大きく占めていることは間違いなさそうです。2010年には 80% という数字もありますが、地球温暖化への対策ということで、年々、その比率を下げているようです。三峡ダム近辺での年間降水量をグラフにしてみました。ざっくりとしたイメージですので、ご了承ください。年間を通じて、一番雨が多いのは7月で、その前後、6月と8月が次に多いようですね。現在、5月ですから、これから徐々に雨が多くなる時期となります。ここのところ、足踏み状態ではありますが、三峡ダムでは、全体的に水位が下がりつつあります。ダムの建設で、洪水は減ったのでしょうか。結果的には、依然として、大洪水は発生しています。2020年は、80年ぶりの大雨に始まり、5度の大規模な洪水警報が発表され、三峡ダムを通過していきました。ダムへの負荷はさらに蓄積されているでしょう。昨年、23あるゲートのうち、限界と言われる11本をオープンして、なんとか乗り切ったようです。今年の夏も、大洪水が発生するのか注目されます。引き続き、見守る必要はありそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご興味がありましたら、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると、幸いです。それでは次の動画でまた。